僕15年ぐらい業界入って気づきましたよ。一ついい例えが、はい、何回か言ったことあるんですけど、ゲームが自由に作れる刑務所に入ってた。話してみたかったでいうと思い出話というか、僕業界に入った年が、大学出て94年ってことはプレイステーションが発売になった年なんですけど、サターンと。ああ、そうでしたっけ。はいはい。だから僕最初はメガドラのチームとかやって少しなんかこう海外向けのドット絵打つ仕事とかをあ、そうなんですか。最初やって、でも僕メガドラ好きだったので。いや、僕もメガドラ大好きです。大好き大好きだ。もうあの時のセガさんも絶好調って感じですよ。僕ユーザーで。その時ででやってたんですけど、もう入って早々に結構当時コナミだったんですけど、コナミはもう次世代機に全面的にシフトしますっていう号令が出た感じで、だからその時に途中までやってるプロジェクトとかも全部凍結になって振り直されて、オリンピックハイパーオリンピックインアトランタっていうゲームをやったりとか、そういう時期がしばらくあって、その間連射系ですか。はい、そうですね。富山さん連射するんですか。連射しますよ。連射するんですかっていうのイメージないな。なんかこう連射するイメージが。でもさらっと触れると新人だけでチーム作ってハイパーオリンピックを 3D で復活させるプロジェクトっていうざっくりしたミッションのに入って、ただそれがほぼコナミでもほぼ初のモーションキャプチャーを使おうみたいな早いですね、比較的ね。プロジェクトで、モーションキャプチャーとかやったけど、今みたいなその先にこうリグとかスケルトンを渡して納品とかなくて、もう生のローデータが納品されてきて、懐かしいです。これをどうすれば動くのかみたいなことになって、全然まだ新人っていうか34年目ぐらいだったんですけど、なんかディレクターをやれって言ったの選べって言われて、オリンピックの続編というか長野オリンピックかサバイバルホラーかって言われたんですよ。すごいギャップですよね。なんか選び方がこう卓上に並べるとなんかおかしいじゃないですか。一個はなんか普通のフレンチで、こっちはカー消しみたいなカー消し食えみたいなこっちは遊ぶでこっちは食べるよっていう。ででも2人呼ばれて、ハイパーオリンピックのディレクターやってた先輩と僕とって呼ばれて、先輩が多分僕は新しいことやりたい言ってたから、そういうのもあって、僕はオリンピックの続編やりますんでって言ってくださったんで、で自然とじゃあサバイバルホラーで、それはもう単純に今サバイバルホラーがっていうか、バイオハザードがめちゃめちゃ受けてて、もうその時はもう結構フォロワーみたいなゲームも出始めてる。そうですね、なんかありましたね。いっぱい出始めて、そこから始まったんですよ。でそれ以外何も決まってなかったんですよ。サバイバルホラーを新しいのを作りなさいって話があって、僕らもさっきのテクニカルの話出たけど、やっぱ当時のカプコンさんって CG 遅れてたんですよね。ナムコさんとかコナミさんとかセガさんとか、やっぱり 3D で先行っちゃってたじゃないですか。でその当時カプコンさんってやっぱりスト2がメインタイトルでイケイケだったじゃないですか。で 2D で全てが完結するゲームで、だからめちゃくちゃ遅れてましたね。でコンシューマーっていう家庭用のゲームの開発部隊は僕らコンシューマーの部隊だったんですけど、やっぱりメインはスト2のスーファミ版とかの移植をしたらまた飛ぶように売れるじゃないですか。あの時大人気だったんで、だからそこにメインのチームとかがいて、あとは塩田藤谷さんの超魔界だったりとか、そこからも頑張って作ってて、で 3D のゲームはアーケードコンシューマー両方見て皆無だったんですよね。
波がありましたね。確かにスト2ブームの後ってやっぱ 3D 格闘ブームになって、一瞬その時はやっぱちょっと 2D 格闘ってちょっと前のものみたいな見え方をしてた時期だからそのバーチャファイター出て一つもいいかもしれないけど、こっから先の時代ってやっぱり技術的に立ち起こってる会社はしんどいよねって、ちょうどその投資家たちがどうしようかなっていう時で、僕らやっぱり一からやるのに 3D 本当に素人みんな用意ドンみたいな、みんな新人みたいな感じでやってたんで、ちょうど僕バイオ作ってめちゃくちゃ苦労してましたね。とにかくバイオと差別化しないことには意味がないっていうか、このゲームってなっちゃうが出てもしょうがないっていうんで、どうしようかなみたいなところをやってて、いわゆる背景をフルポリゴンにしようとかそういうチャレンジとかあったんですけど、フォーカスしてるところはあるけど、こことりあえずどうしますみたいな時は、ぶっちゃけとりあえずバイオと同じもの作っといてくださいって出た忙しい時にディレクターがよくやる技もう本当に手が回らん時に僕もなんかやったことあるんですよ。あれと一緒でいいからやっといてって言って、でこっちって大事なこと考えてる暇にちょっと細かいことは本当に困った時ありますね。製品版でもめちゃめちゃ名残で残ってるのはポーズメニューですね。ポーズメニューがなんか世界観がちょっと違うんですよね。サイレントヒルなのに、なんかちょっとバイオチックな体力が落ちるとパルスみたいなのがっていうのが、それはその時の名残のままそこなんていうか、やっぱねすごいやってる間ずっとよくできてるなっていうのをずっと思っていて、当時はやっぱり理屈をよく分かってないから、まず目立つところを真似してじゃないけど、敵との駆け引きで銃を撃って迫ってきてとか、でもこれ横すり抜けられますよっつったら、でもこれじゃあどうすりゃいいのっつったら、もうやっぱバイオみたいになんかガッて捕まるしかないですね、そう、いやこれしかないよねっつって、よくできてるねバイオみたいな感じの。いや僕は実はすり抜けのためにゾンビがこうやっててあーってやるじゃないですか、あれはすり抜けのために実は捕まえに来るんじゃないんですよ。あれは横すり抜きをするときに手前プレイヤーがガーッと通るじゃないですか、これ怖くないじゃないですか、すり抜きようとするときにいけるかなって時に途中から手がーっと来るじゃないですか、グーっていくじゃないですか、あれがうわーってなるじゃないですか。それを要はお客さんに楽しんでほしかったなって。だから捕まえに来るっていうのは2番目なんですよ。1番目はホラー演出っていう、そうかリアルタイムでお客さんにそういう怖い思いしてほしいからこうやるっていう。捕まえようと思ったらそれね、大体プログラマーさんがあれなんですよね、こうした時に届いてないのに吸引するんですよ、ダイソン並みに。これパーッと遊んでてこれ全然当たり捕まってないのになんでこれ吸着すんねんみたいな。その時はダイソンなかったなそうですね、ダイソンじゃない、吸着なんか言ってなかったと思う。なんか吸い込むのがおかしいっていう。そうすると同じですよ。これすり抜けできるじゃないですか。やっぱそれは結構な人が僕に文句言ってました、ディレクターに。ゲームになんない。いやもともとバイオって一つの洋館の中をね、鍵を取りながら行ったり来たり何回もするから、でその時卵制限されてるから、本当に自分がよく通ってうざいなって思うところの敵を倒すために自分の数少ない大貴重な弾を使って戦略的に攻略するんだよ。で、スリー化できる人ってうまいってそうだよ。でもファーストプレイでやったらどんな人でも何回か倒さずに弾接化するために毎回ゾンビのとここうって言ってるうちにミスいつかするでしょ。だから弾を一発も使わずにこうやってやってるやつはいつか噛まれるんだよ。それがいいんだよ、バランスで。だからすり抜けられても大丈夫だから。で、万が一めちゃくちゃうまいやつが何回もすり抜けたとして、それは怖くないのかって言ったら怖いよ、それは。
ってうわ危なかった危なかった危なかった多分2周目からは多分無理だと思うけど1周目だとそこまで馴染みのいいお客さんってもうほんとわずかしかいないからほとんどのお客さんはこうってするけどガーっておーやばいやばいって助かったその魚のようにコントロールできる状態にはならないでしょっていうそうですね。じゃあ原型はもう本当に全く決まってないというか、なんか僕ちょっと思い出してきて、そういえばなんだかスイートホームの復活みたいなのもコンセプトのそうなんですよだったんですよね、確か。いや僕大好きだったんですよスイートホームがで僕最初にカッポンさんでついたのが実際スイートホーム作られた方に何回かついてで仕事させてもらったんですけどすごい優秀な方で本当に素人ながらにこの人なんかすごい別格のセンスを持ってるなっていうで、その人から簡単にあれどうしたんですかこうですいろんな質問をした時にその藤谷さんで呼び出されて何年後かにあのシステム良かったけどあのゲーム売れへんかったやんっていうだからあのシステム生かしたホラーゲームをもう一回挑戦したいんやって言われてだからスイートも大好きすぎて「いやーそうですよね」って言って「いやそれ僕やっていいんですか?」って思ったより具体的なあれだったんですね。しかも藤原さんなんですね。そうなんですそうなんですよ人とも思わないシステムもともと人が人じゃなくて、はい、ゲームシステム的に要はアイテム種類があれば攻略できるよってでそのアイテムを人に紐付けちゃったってライターだったらこれ掃除機だったらこの人みたいなっていう風に紐付けちゃって仲間が死ぬとそのアイテムがないとクリアできない先に進めないよっていうだから仲間を大事にしなさいみたいなだから制限の中で、どうサバイバルしていくかっていう要は結局そこしか取ってないかもしれないですけどね、その制限の中で生き残る術をお客さんがチョイスするその選択の連続をどう組み込んでいくかっていう結局そこだけうまく残してあとは全然別物ですよねスタイルとかただ大きく一番怖いもの作りたいっていうものも一緒だったしでもそれで初期は心霊ものみたいなそうですそうです影響があったんです、ねそうなんですよね普通にだって怖いもの作れって言われたらそれは心霊ものでしょって僕は直感的に怖い心霊当時だからゾンビ映画も見てたんですけど学生時代に会社に入る前にやっぱり本気で怖いって言ったらゾンビじゃないなって思ってましたね、だってゾンビはアホじゃないですか動き遅いし当時のゾンビはだから逆に言うとドーム・ザ・デッド見た時に見てる側として俺だったらこうやって生き残るなんでこんなアホなことして死ぬねんっていうそれがゲームだったら自分で選択を積んでいけるっていうことが別にこの13日金曜日からずっとあったんですけどね必ず一緒に逃げてるやつがつまずいて足が痛いのとかって言うじゃないですか、って俺だったら置いていくよなってめちゃくちゃ怖いね不死身モンスター系が来てるわけじゃないですか、足痛いのって言って富山さんってどうします僕置いてきますその状況だったらでも現実考えたらそうなってもおかしくないというかそうですよね現実なら普通のお客さんだったらなんかもう 6,7 割が置いていくと思うんですよね、ごめんって言いながらすまんうわーって言いながらうわーって一瞬逃げるってなると思うんですよわかりますなのに映画見ててなんでやねんっていう時になんか急に興ざめする自分がいてなんか仕込みすぎてる桜すぎるっていう桜演出すぎててなんか必ずこけるように言ったらやっぱこけたみたいなで足手まといやるよなっていうのがあってなんかもししたとしてもお客さんが自由に選択できるんだったら話は違ってくるよねっていうなるほどそういうことですねそういうことなんですよねだからそれがゲームだったらできるっていうのも直感的にこれはいけるねっていうそこに直感的に気づいた時にいけそうっていうその時にはもうかなり自信があるわけですそれで70% ですけどね 30% は不安ですよやっぱりその通りになるのか分かんないしやってみないと
でスタッフもちゃんとついてきてくれんのかっていう、こんなブラックな作り方でだから今ゲーム業界も比較的健全にはなってますけど、当時やっぱり会社に住んでる人ちょこちょこいましたからね。まあそうですね。だし、まあこれはちょっと誤解を与えるかもだけど、合宿みたいでちょっと楽しいかなと思ってたりするところもなくもなかったですね。今のゲーム作りも楽しいですけど、あんなにしんどかった昔の方がなぜか思い出補完だと思うんですけど楽しかったんですよね。なんかあの時めっちゃしんどかったけどめっちゃ楽しなかったっていう、ただ僕15年ぐらい業界入って気づきましたよ。一ついい例えが、何回か言ったことあるんですけど、ゲームが自由に作れる刑務所に入ってた。それはまさにぴったりな表現見つけたぞと思って15年経った時に発見しました。そういうことだったんだって。だってグランセフトオートがパーンと最初に出てきた時に、これ遊べるカーカタログじゃんっていう。スタミナ太郎さんが出てきた時に食のテーマパークじゃんとかプッと思いつくじゃないですか。ただ、ゲーム開発がこうだって一言が生まれるまで15年かかりました。まあでも昔のってやっぱもうちょっと伝えようもないけど、それこそ僕で言うと新人ディレクターになってもう正直必死というか、もうだから分かんないのはもうバイオの真似をしろみたいなそんなところから入って、よそのゲームでなんかこうしてるからこうしたらいいのかなとか、もう会社の仕組みとか皆無で、もう本当になんていうか同い年ぐらいの全員20代前半に25、6というか、20代は20代ですね、20代しかいないところで、なんだろう、だからその時ってもうスケジュールがとかその予算バジェットがとかそんな単語一回も出てこなくてもう好きにやっていいよ、それで当たったらめっけもんだし、ダメならダメだしみたいな感じでやらせてもらえて、それはそれで悲惨なこともあったけど、よかったなっていうか、ああいう時代をやらせてもらってっていうことを。そうですね。だから今のゲーム制作に比べたら昔の方が自由度実は高くって、で環境が割と地獄で、一言で言うとなんかやっぱりあの時若くてみんな若くてがむしゃらだったっていう、で若い時のがむしゃら感ってやっぱりなんかこうその未来においてのなんかこうお酒を美味しくさせるためのネタでしかないのかなっていうのが、その当時の人たちとお酒飲むと超楽しいですよね。なんだろうね、あれ、その同窓会、プラスアルファみたいなところがなんかあります。でもなんか単なる同窓会じゃない。はい、すごく。だから同じ釜飯ってこのことなのかなって。わかりますね。釜飯効果。なんかもう理屈性なくなんかこう同じ目にひどい目にあって同じようにいいゲーム作るために一生懸命だった時、その時を一緒に過ごした人たちってやっぱなんかいろんなものを超えた信頼感というか安心感というか年食って出ますよね。もうでも今おっしゃっただからよく言うその僕らの世代というか、だから生まれで言うと69年70年71年ぐらいので、今現役でディレクターやってる人ってめちゃくちゃ多くて、それこそ上田さんだ桜井さんだとか横尾さんとかもそうだし、なんていうかそれやって偶然ではなくて、その波っていうかそれはもう正直プレイステーション1でこう 3D にゲームが転換するっていうところの波に乗ってっていう世代だと思っていて、で僕ここから言うとやっぱりね、やっぱ一歩先を行ってくれて、なんか 3D ゲームで
切り開かれる道ってこっちやでっていう感じのを見せてくれてたのが三上さんっていうイメージがすごく。そうなんです。そこはすごく意外。そうですか。僕らはやっぱ当時のカプコンさんはやっぱ 3D 遅れてて、バイオ作る時にいろんな怖いってあるけど、やっぱりエンタメとして怖いけど最終的には楽しいよねっていう、ものにしないといけないなっていう。だから上司に怒られるのは、怖いけど楽しみに変わる人ってほぼいないじゃないですか。はい、そうなんだ、そうですね。かみさんとか彼女に怒られてるとこがもう快感ですっていう人もやっぱり一握りじゃないですか。まあいないことはないかも。そこはまだちょっと上司に怒られるのが僕一番少ないと思った。でだんだんで、例えばお化け屋敷ジェットコースターになると結構好きだっていう人が急にガーッと増えるじゃないですか。それをゲームのエンタメとしてさらにちょっと大きなパイのとこ行かなきゃなっていうのが、その時に思ったのは、自分ホラーが好きだったんだけど当時はホラーにこだわりすぎて、しまうとホラーエンタメ、としてビッグヒットしちゃうとしんどいなっていうのがあって、そこなんですよ。変な欲がちょうどあったんですよ、バイオ作ってる時に。だから国内でミリオンセラーになるものに対して頑張りたいなっていうのは実はあってですね、そういうもう一つの横島っていうかクリエイターとしてはそういう欲が当時やっぱりあったんで、いつかミリオンっていうとこがずっとあって、そことかぶっちゃったんですよね。でその時に心霊門がはいダメっていう、売れても30万でしょ国内っていう、と思ってましたね。ホラー、純粋なホラーを作ると当時で日本の30万本ぐらいで終わるんちゃうかなっていうのは。ただ怖いもんとしては自信あるよねっていう。そうですね。そこから外れた中でやっぱりコントローラー握ってうわっっていう動物的な恐怖感っていうか、そこを誰でもが味わえるっていうことに踏み出せたのが変な横島の欲がきっかけだったのかなっていう。ただホラーとしてはこれがスタンドになることはないやろねって思ってたんで、スタッフにはちょうどビールっていう表現してましたね。ビール、普通にたくさんのお客さんに好かれるんだったら、清涼飲料水でウーロン茶とかそういうのがあるでしょって、ジュースとか、ポカリスエット、当時ポカリスエットとかあって、そういうスポーツドリンク系とか、水とかお茶とか普通そうでしょって、日本ならばって。でも今回目指すのはビールをしたいんだっていう。でビールにするんだけど、ちょうどその時に朝日さんのスーパードライとか出てて、そこがヒットしてたんですよね。で俺はキリンのラーガーにしたいんだっていう。ビールの中でもちょっと苦みがあって、コクが強いっていう、癖ある系だけど割とメジャーみたいな、なんかその位置づけにしたいんだよっていうわけでわからん例えずっとしてましたね。キリンラガーにしたいって言ってました。でその時に僕ね、あんまりね給料安かったんでエビスビール飲めなかったんですよ、あんまり。だからどうしても俺の一番好きなのはラガーかなみたいな。なんか最近出たドルアイはなんか飲みやすいけどちげえんだよ、誰でも飲みやすいのも作りたいわけじゃないんだよっていう、いやその時エビス飲んでたら俺エビス作りたいって言ってたと思う。エビスの生がいいよね。エビスの生が普通にうまいじゃないですか。だから当時安月給だったんであんまりエビスビール飲めてなかったじゃん。だからあんまりエビスのことが分かってない。似たようなね、僕もよくなんか例えるホラーで例えるのがあって、ホラーは飯で言うと激辛だ料理屋だって、もう好きなやつは好きで、何があっても駆けつけてくれるし、新しいの出したよっつったら絶対来てくれるけど、実際絶対数が多いわけじゃないので、なんだろう、そうやってバランスを、商売とホラーのバランスでいうと中本を作らなきゃいけないなっていう。であれは別になんだよこんなのってなるじゃないですか。マニアが食べても北極は
美味しいと思う、辛いと思う。だけど一般の客もなんかあれは辛いけど人気なんだってでつい来てしまう、間違って話題は作りやすいですね、ホラー系は。なんかなかなかそういうことできなくて、やっぱとんがりゃいいのかっつうと、とんがった結果は本当に誰もいつなんていうか、本当にいつもついてきてくれる人はついてきてくれて、それはありがたいけど、そこまででしたってなっちゃうのがホラーの危ないところ。そうですね、だからホラーに限らず半歩先を行くのが一番バランスいいかなって、お客様のって期待してることの半歩先っていうのが一番こう受け入れられやすい。だから本当に一流の人って23歩先行っちゃうんで、お客さんついてこれないですよね。いいこと言いますね。そうなんですよ、見えないんですよ、もう早すぎてもう誰も追いつけないっていう、だからそういう人はすごい才能あるかもしれないけど、プロとして適性がないんですよね。クリエイターとしてはもう別格かもしれないけどっていう、なんかお客さんがなかなかついてこれないっていう。そこねえ、だからそこはもう三上さんに僕が違うなと思うのは、最初のサイレントヒル海外では数字いったけど、それ以外は、なんだろう、ファンの方とかになんか支持していただいてとか、そこはすごくありがたいと。単純に数字が伸びないんですよねサイレントが。それはだから割とホラー尺をスタンダードにしてるからですよ僕らだからなんで僕が1ヶ月で心霊本やめたかっていうのは、やっぱ思ったと数字が伸びないからなんですよ。だからサイレンの作ってる時とかに、だからやっぱバイオ4とかが来て数字で言うとドーンじゃないですか。もうすごい売れる。バイオ4は純粋なホラーじゃないですからね。そうおっしゃいますけど、でも、いや三上さんすごいであれは正直その後の TPS のスタンダードになる新しい、なんていうか新しさを持ってそう TPS は良かったですよね、確かに。ただ新しさを持っていて、そうやって数字も出してってもう羨ましいっていうかね、僕にはできんそれとか。僕はだからあれで逆に言うと一番自分が作った感がちょっと薄かったなって思います。そうなんですか。だからクリエイターの三上とプロデューサーの三上と自分の中2人いて、で僕アイデア出したじゃないですか、プロデューサーの三上がすぐボツ出すんですよ。受けへんやろやめやそれってこれをずっとやってるとなんか二重人格になっちゃうなと思ってて、だからバイオ4作った時になんか俺の暴走を自分が止めるんじゃなくて、もう一人プロデューサーでできる方が止めてほしいなっていう。三上分かってるやんそれ、お前めっちゃいいって友達って、俺もそれ分かるよ、すごいいいよねって、一般の人それ食いつかへんで、分かってるやんお前、分かってるやんのやめとこで、なんか優しく厳しく言ってほしいんですよ。なんか自分の中でってやめとけよお前みたいな、これずっとやってると精神分裂起きる。ディレクター三上真司とプロデューサー三上真司っていうその二面性の話はすごく面白いなと思って。そうですよ、別人ですよ。だからゴッドハンドってクリエイター三上真司が大活躍したと思ってるんですよ、でもバイオ4はプロデューサー三上真司と両方半々で、クリエイター三上真司と両方言い方よく言えばバランスよくやったっていう。でクリエイターとしてはだいぶプロデューサーの三上に押さえつけられた、そのおかげでヒットしたそのおかげでヒットした。それすごい作った感がなんでこんなんなんやろなっていう、マスターアップ迎えて、これ俺が作ったん、っていうのが印象で強く残っちゃって、なんかプロデューサー三上はなんか俺のアイデア全部ボツにするし、なんかそれ受けへんとか。これって富山さんって業界に入って今何社目になるんですかね、この防火。3つ目ですね。転職2回、で
次こうやりたいことって何ですかね。そこはさっきもあれだけど、なんていうかな、こういう仕事をするからにはなんていうか、こういうのを作るまでは知れないみたいなのは実は割とちょっと満足してるところはあって、今まで作った作品で、自分のエッセンスみたいなものが色濃く出ているものが個人を超えて、なんていうか続いてというか、続くことが目的ではなくて、それがなんていうか新しい人がものを作る時の助けになったりとか、そういったことになるくさびみたいなものを作れたらいいなという漠然としたイメージではありますね。ちょっと他にそれこそ普通にやろうとしたら成立しにくいような切り口とか文脈のものでも、なんていうかそのうちの形の、そこに集まってる人だとか、そのブランディングとかそういうことでもいいんですけど、そういうことの中でちょっとその違う切り口のことをやってみたいっていう新しい人が出てきたところでこう使っていけるみたいなのが、残ってくれるといいなとは思ってますね。今くさびって言葉に俺すごい引っかかっちゃって、いい意味でそうです。かっこいいな、くさびっていういやでもすごい三上さんに影響されてますよ。三上さんのスタンスっていうか、やっぱ個人の作品っていうんではなくてっていう。だからやっぱりその誰かがねクリエイターとして新しいことを始めて、僕もだから業界も30年超えてるんですよね。もうかなり定年退職気味な親父になってきて、もう猛録が始まってきて、やっぱ若い世代になんかこうバトンを渡すこと、もうより真剣に考えなきゃいけないなっていう、直接的にこう面倒を見るっていうことだけじゃなくて、その富山さんの言われるように自分が何かしらのなんかボケてもしれんけどなんか受けるもの作って、それがスタジオヘッドが一生懸命頑張ってんだから俺たちもちょっと負けないように若い世代も頑張るぜって、俺たちの時代を作るんだぜっていう、なんかこう、健全でいい話かなっていう、思いますね。ただね、この話に行くまで富山さんのテンポがすごいスローで、スローではよ喋れやパーみたいなめっちゃ我慢しててもええこと言ってんだけど、なんか僕イラチなんでパン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 って来ないとって言って「はよ喋れや」みたいなでもええこと言ってるやんとかで思ってるのをなんかすごい我慢してましたよ。今また何かちょっとそのいろんなしがらみ取っ払って三上さんホラー作ってくれよっていう、なんていうか新しくなんかそういう話とかに仮になったとして、どういう切り口とか何かそういったイメージとかってあったりされます？で僕は作ってくるようでもホラーは作らない。作らない。だから自分が本当に怖いと思うネタが思いついた時にスタートを切りたい、ちょっと贅沢な感じなんですけど、だって自分の中でこれ怖いなって思うものがないのに、実績とかだけから見てお金出すから何か作ってくださいっていう、で特にホラーってなんか新規性が必要じゃないですか。全くその未知なるものに対する恐怖心って僕はやっぱりあって、もう分かってるものに対して怖がれよっていうことじゃやっぱ無理ですよね。1+1 は2だけど2じゃない可能性があると思うって時に、普通の人は 99.9% ないって言うじゃないですか。それが違うんだよ。それ信じられるかって言ったってそれは非常に分かりにくいホラーであって、
分かりやすい、だから要はまつげのような新しいアイデアが自分に降りてきた時にめちゃくちゃ作りたい、まつげのようここにあるけど気づかないやつ。なんかいいですね。でもそういう意味で言うと僕今回ちょっとこのスタジオの初回作ってホラーというかね、ただそこはちょっとやっぱり今三上さんがおっしゃってたようななんかホラーを作んなきゃとかなんていうかそういうあれではなくて、なんていうかこういつの間にかこういうことあっていいよねっていうか、それがなんかすんなりした形じゃないちょっとこういびつななんていうか、アイデアといえばアイデアなんですけど、これを動かし始めたらどこ行くか分かんないよなみたいな、そういったものがちょっと、しばらくホラーじゃないもの離れてる間に、そういう間には正反対のアイデアとかが蓄積してて、ちょっとそういうのがあったりして、でなんとなく僕が育ててもらったジャンルとしてのこう感謝もあるし、ちょっとそういう意味でこのスタジオの第一作でやってみようかと。でそれって結局僕もこれどうなるのか分かんないなみたいなことをぶつけてるところがあって、ただ自分の中ではワクワクするとか、なんていうかその恐怖とでもそれちょっと覗いてみたいなみたいな、こう逃げたいような覗いてみたいようなそういうちょっとテーマ性とかそういったものを見つかったというか、やりたいことができたんで、今回ちょっと薬師スリッターヘッドっていうタイトルでやってみようかなと思い立ったところなので、なんかまだまだ時間かかるんですけど、ちょっとこう三上さんにもぜひ完成した時にはプレイしてなんていうかいろいろご意見いただきたいなとか思ったりもします。そうですね。だから僕ネタも聞きたくないし、途中プロセスも聞きたくないし、単純にこう出来上がった時に、いいよねとか、そういう話をしたいですよね。それまで、首を長くして待ってるというか、自分の作りたいものを一生懸命考えてる感じがしますね。三上さんに見てもらうと思ったらもう僕に見てもらう前提で作ってほしくないですよね。ダメ。だって富山さんがモチベーション上がりますよ。すごい。本当にじゃあもうチェックしますよ。チェック言い方がダメだね。遊びますよってなんかどうしてもなんか偉そう。チェックって何やねん。今自分でチェックじゃないやろみたいな。もうでも結局僕の人生でのなんていうかもう直接教わってないけどお師匠さんなのでやっぱり引き上げていただいたもう偉大なクリエイターなんで、もうこんな50を過ぎた作品でも触れていただいて、なんかこうそれこそ今だとこう酒飲みながらここダメだとかそんなでもいいんですけど、そういうのが楽しみなんですごい作るモチベーションは上がります。俺でもサイレントヒルも、作品としてすごい優秀だったし、サイレンも良かったし、なんかこう現実と夢の狭間の中でってこう生きるためにもがくみたいな、でもがくのリアリティがちょっと生々しい感がやっぱり両作品の共通点だと思ってて、俺それはそれで遠山さんテイストっていうか、別にバイオどうのこうのとは関係ないレベルで全く違う魅力を持った作品として、よりバイオ以上にホラー性の強い、個性的な作品として世に出した実績があるんで、なんだろう、プレッシャーになったら嫌ですけど期待してます。もうめちゃめちゃもういやプレッシャーにもなってるけどいい意味で本当にすごいモチベーション上がるんでありがとうございます。